はい、皆さんこんにちは。ガジェログです。今日はファーウェイバンド6でついていない機能についてご紹介したいと思います。これは時々コメントでいただくことがあるんですが、この機能はありますかという質問がありました。それで今回まとめてついていないものについてご紹介したいと思います。では今日も行ってみましょう。まず1つ目、それは GPS です。GPS の機能はついていません。例えば Apple Watch をちょっと基準にしてしまうと価格差があまりにもあるので公平ではないのかもしれませんが、もしくはファーウェイウォッチですね、ついているモデルと比較するのはちょっとおかしいかもしれませんが GPS 機能はついていません。そして2つ目ですね、それは Always On Display がついていません。Always On Display がついているモデルですと、画面が消えますとここに時計とかもしくはお好みのデザインのものを表示させるっていうことが可能になっていますけども、それはそれだけ電力を消費しているわけですね。でも腕をひねって見る必要がありませんので、時々ちょっと見たい、時間を確認したいという時にはかなり便利な機能にもなっています。最近の有機 EL ディスプレイ搭載しているスマートフォンであれば AOD ですね、Always On Display っていうのは搭載しているのがほとんどだと思います。こちらのファーウェイバンド6は値段が値段っていうのもありますので、この機能はついていないわけですね。確かについていたらかなり便利ですよね。3つ目ですね。それは明るさセンサーがついていません。明るさセンサーは、例えばこういう上部のあたりにセンサーが内蔵されていたり、下部にもあるかもしれませんが、例えば太陽の下、直射日光の下だと肉眼で見るともう見えなくなってしまうことがあるわけですね。で、今これ明るさを屋内であれば明るく見えるんですけども1です。私普段1なんですが、これ5に例えばしていますね。そうすると結構屋内だともう十分すぎるほど明るいんですよね。こんな感じで近づけると映りますけども、遠くにすると映りが悪くなってしまいます。それでこの明るさセンサーがついていますと、外に行くと明るさを自動的にアップさせて見えやすくしてくれて、屋内に入って暗いところになると自動的に暗くしてくれる、ちょうどいい明るさにしてくれるっていう機能なんですけども、こちらのモデルにはそれはついていません。あればあったでかなり便利なんですね。ただこの価格のモデルですとなかなか難しいのかなという感じがします。4番目です。それは音楽データの保存ができないということです。音楽データの保存はこちらのモデルに、例えばです。これついてませんが、タイプ C とかこの充電ケーブルからつないで、パソコンからデータをこちらに転送して、もしくはアプリから Bluetooth 経由で転送して保存して Bluetooth でイヤホンとつない、こういったイヤホンと直接 Bluetooth でつないで音楽を聴くっていう、それが実現できたらかなり便利ですよね。運動中とかよく聴く音楽を直接聴くっていうことが可能になってきます。でもこれはついてないわけです。で、音楽保存ももちろんできません。ですので、もし音楽を聴きたいのであればスマホを持ちながらウォーキングしたり、サイクリングするなり、直接こちらとスマートフォンで聴くっていう形になると思います。そういった機能をやっぱり省くことによってこの価格が実現しているということだと思います。5番目です。それはお財布機能がついていないということです。お財布携帯フェリカとか最近シャオミも頑張って搭載しているモデル出していますね。OPPO もそうですけども、その機能がこちらのフェリカ機能とか NFC の Google Pay とかそういった機能がついてません。ついていたらそれはそれでかなり便利ですよね。手ぶらでこちらのフェリカがもしついていればモバイル Suica などでかざすだけで購入ができるというのは、運動中ランニングされる方とか屋外で運動される方には便利だと思います。で、お財布機能は日本で発売されている日本向けのそのフェリカとかは Apple とか、あと Fitbit とか Garmin とかですね、そのあたりはやってますけども、さすがにまだ Xiaomi とかファーウェイ、OPPO はこのウォッチ系にはもしくはバンド系には搭載されていません。でも将来的にきっとやってくるんじゃないかなと思います。というかやってきてほしいですね。この価格帯でそういったものが搭載してくれば、ますます使用する方が増えるんじゃないかなと思います。もしくは私がちょっと理想を言うならば、
NFC の機能がついていて、それが鍵ですね、家の鍵とかになったらまたそれでいいなと思いました。必ずこれつけて出歩いているわけですので、お財布になり鍵になりというのは便利かなと思います。ただセキュリティの問題も同時に発生しますので、そのあたりはトレードオフなのかなという気もします。6番目の点です。それは通話機能がないということです。スマートフォンと接続して着信があった場合、こちらで応答し、こちらで話すことができる、会話ができるという、そういった機能がついていません。これも Apple Watch では標準装備でもちろんついていますけども、着信してこちらがバイブでお知らせっていうことは可能なんですね。 LINE からの着信を通知を受けることはできますが、応答はできません。着信があったなっていうことまでしかわからないわけですね。でも身近にスマホを置いてあれば、それですぐ気づけますので、それはそれで便利なのかなという気はします。いつもスマホを持ち歩く必要もありませんので、Bluetooth が届く範囲であれば着信に気づくということは可能になってきます。通話機能もついていましたら、本当にあれもこれもということです。今まで取り上げてきたもの全部ついていたらもう7000円台ということはもう難しいのかなという気がします。次に7番目の点、それはメールの返信ができないということです。何を言ってるのかという感じもしますけども、この画面でメールの返信ができるかって言ったら、当然キーボードとかありませんし、キーボードが出てきてもあまりにも小さいので、もしくは携帯打ちですね、何かインターフェースが変われができるのかもしれませんが、基本的にできないわけです。例えば Siri とか Google アシスタントとかがあれば、音声で返すことも Apple Watch とかは可能なんですね。 Siri で音声で返すっていうこともできるわけですね。音声認識がついていれば。でこちらはそういうものが一切ありませんので、着信して見ることはできるんですけども、その通知の内容を頭の部分だけ見ることはできます。でもそれ以上見る場合はスマホを取り出してそちらで確認するということになります。では8番目の点です。それは ECG がついていないということです。 ECG っていうのは Apple Watch 6で今搭載していますが、こちらのリューズの部分ですね、これだとサイドボタンになりますが、Apple Watch のこのリューズの部分ですね、デジタルクラウンのところに親指をこのように重ねると、電気を通して自分の心電図を取ることができるわけですね。もちろんこちらのモデルはそれはついていません。ついてたらこの価格が難しいと、くどいようですがそうなりますね。でも SPO2 とかは計測はもちろん参考程度ですけどもできますので、それは搭載していて良かった点になります。そして9番目の点です。それは音声アシスタントがついていないということです。それは先ほども述べていますけども、 Siri とか Google アシスタントといったもの、もしくは Alexa ですね、Amazon の Alexa、そういったものがついていません。こちらのモデルではありませんが、Mi Watch、Xiaomi の Mi Watch のモデルにはAlexa が搭載しているわけですね。で、Alexa ついていると何がいいかというと、音声で、今時間を教えてとか、そういったことが可能になってきます。でも Mi Watch に搭載できるのであれば、こちらの、ファーウェイですけども、GAFA 関係でちょっと難しいのかもしれませんが、こちらの Xiaomi のミニバンドですね、これにも搭載することがそう遠くないのかなという気もします。搭載して、もしこちらに音声アシスタントでとりあえず音声で言って、その反応はテキストで出してくれるっていうことでもいいんですけども、そうすると自宅で例えば扇風機つけてとか電気つけてとかアラームセットしてとかストップウォッチとかタイマーとか自宅で音声アシスタント Google アシスタントで操作しているんですが、そういったものがこちらのバンドでできるようになるとかなり便利だなと思います。ちょっとやっぱりうっかりして消し忘れるとか、そういったことが時々あるんですね。そういった時にやっぱり寝床でいちいちまた布団から出てっていうのめんどくさいっていうのもありますので、もしこちらで音声アシスタントでコントロールできれば、ベッドのところに Google フォームを今置いてますけども、そういうのもいらなくなるなと思います。結構これは欲しい機能の一つですね。10個目が高度計と気圧計がないということです。ファーウェイバンド6のこの中にその部品が入っていないので、高度そして気圧が測ることができません。この値段からしたら省かれているのは仕方ないのかなという気はします。
というわけで今日はできないこと特集でしたけども、こういったバンドでそれらのものは使えないということになります。とはいえ十分すぎるほどのそれ以外の機能がありますよね。心拍とか歩数計とか、逆に言えばマイナスの発想だと思います。必要のないものを積み込みすぎるのではなくて、必要なものだけを搭載して7000円台の価格で販売するという、そういった戦略なんだなと思います。コンセプトはそこなんだろうなという気がします。というわけで今回は、ない機能をお伝えしました。他にも取り上げていない面もありますけども、今日はこの辺りにしたいと思います。このチャンネルではこういった最新テックやスマートバンド、そしてスマホなど、また家電、節約に関する情報など、様々なものを取り上げていきたいと思っています。この動画が良かったと思われる方は高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。